いやー、寒くなってきました。来ましたね。ねえ、寒くなってくるっていうと、はい、恋しくなるのがレッグウォーマーということで、山梨より枕研究所でもレッグウォーマー販売し始めてなんと1年経ちました。最近お問い合わせがすごく多いとか、嬉しいことに。そうですね、結構お客さんも使ってる方もいて、レッグウォーマーについていろいろ質問があったりとか、どんな素材がいいとか、いろんな質問あったりもするので、やっぱり興味持たれてるなって。なんか最近若い人の間では温活なんていう言葉もあったりしますね。何でもなんか活をつけてね、温活何活ってありますけど、やっぱ温活、冬にはキーワードかなって思います。はい、今日は私たちのこのレッグウォーマーっていうものを最強の方法で使っていただく、そのやり方についてじっくりとお話していきたいと思っています。はい、名付けて最強コンビ。何がコンビかっていうと、レッグウォーマーと靴下なしみたいな話なんですよね。なんか冬って寒いからモコモコのあったかい靴下履きたくなるみたいの分からなくはないですよね。でもそれは NG なんですね。それによって逆に足冷えちゃってるっていうことをご存知ですか？なのでモコモコの靴下履きたかったら履いていいです。でもちゃんと寝る前には脱ぎましょう。寝るときはこのレッグウォーマーと裸足、素足がいいということを覚えておいてほしいんです。当社のこの、レッグウォーマーですね、ちょっと絵に描いてみたんですけど、何が特徴かっていうと、一般的なレッグウォーマーよりもこの分だけ長いんですよ。はい、膝関節とふくらはぎと足首側関節、この3つを全部網羅してしまう長さ、幅感に作ってあるんです。もちろんシルクが折ってあるとか、いろんな効果はあるんですけど、何より大事なことはこの二関節とふくらはぎを網羅する、温めるということが大事なんですね。関節ってご存知ですか？はい、足首とか膝関節、筋肉がその周りってないと思いません？確かに骨ですよね。そうですよね。周りにはもちろんたくさんの筋肉があるんだけど、その部分っていうのは、ちょっと筋肉のない部分があって、そういうところっていうのは熱があまり生産されないので冷えやすい場所なんですよ。足首もそうですよね。すぐにこう骨触りますよね。はい、という冷えるところ、そして冷えると関節痛が起こったり炎症が起こったりっていうことで、より温めなきゃいけない場所、それとふくらはぎはもちろん大敵、つりですよね。足のつり、もう毎年冬になると足のつりに悩む患者様たくさん外来にいらっしゃいますけれども、このつりを予防する最大で一番簡単な方法、やっぱり温めることなんですね。ですので、レッグウォーマーで必ず膝の関節とふくらはぎと足首を温めましょうということが大事なポイントになります。これ寝てる時の絵なんですけどね、今言ったように膝と足首をちゃんと温め、ふくらはぎを温めて、この部分を温めます。で、靴下なし、素足は出しましょうという提案なんです。どうです？足出して寝てます？私は足出して寝てます。寝てます、なんで足出すといいと思います？やっぱり動きやすい感じはしますね。動きやすい、いい言葉です。もう一つ、なんでしょう、熱を逃がせる。そうです、はい、まさにこのおっしゃっていただいた回答した2つ、レッグウォーマーと靴下なしという最強コンビによって2つのことが叶えられます。1つは体温調節、2つ目は寝返りを妨げないっていうことなんですね。どちらもこの2つのことをやるとぐっすり眠れるです。皆さんぐっすり眠りたいですよね。
寒い冬でもちゃんとぐっすり寝て翌朝には体力気力を回復させたい。そのためにはぐっすり眠る、そのために体温調節と寝返りを妨げないっていうことが大事なんです。体温調節、なんとなく足の先が出てたら冷たい感じ、冷える感じしちゃうじゃないですか。そんなことないんですね。寝る前までに足を温めて、寝るときはちゃんと足の裏から熱が放散されると眠りにスーッと入っていきやすい、入眠がしやすいという形になるので、足裏からの熱の放散は妨げてはいけません。もう一つ、寝返り、さっきおっしゃっていただいた、なんとなく動きにくい靴下履いてるとありますよね。なぜかっていうと、足に靴下履いた状態で掛け物、毛布とか羽毛布団とか掛け物がかかると、どうしてもそこ摩擦抵抗によって動きにくくなっちゃうんですね。なので足が出てること、つるつる滑ること大事なんです。はい、ということで、布団にまとわりつかないということが大事です。なんか質問があるそうです。はい、どうしても足が冷えるので、やっぱり靴下を履きたいんですけどはい、何か対策とか、対策ね、気持ちは分かりますよね。そういう場合に私よく患者様におすすめするのが足浴ね。例えばお風呂入って、お風呂はある程度2時間前ぐらいまでに入って興奮を抑えてから寝た方がいいと言われているんですが、寒い冬には寝る前に足が冷えちゃうってこともなくはないと思うので、そういう時ちょっと洗面器であったりボウルであったりお湯をためて、そこにバーッと足を突っ込んで温める、簡単にシャワーでお湯で足を温めてもいいです。結構短時間で温めることができるので、どうしても寝る前に冷えてしまうという方は一旦足先は温めましょう。でその後眠りに入る時に熱が放散されると眠りやすくなります。はい、あとは寝てる間がどうしても寒いという方、そういう方は、寝る前まではあったかい靴下履いててもいいですよ。でも寝る時は脱ぎましょう。もしくはこれ最強の冬のアイテムですけど、電気敷毛布ですね。はい、電気敷毛布をしっかり敷いて、しっかりシーツを引いて、シワなく引いていただくと寝返りには影響しませんので、そういう方法も検討してください。はい、質問の2番目どうぞ。足がむくみやすいんですよ、そういう人もレッグウォーマーしても大丈夫なのかな。そっかそっか。やっぱりね、このサイズ感が重要なんですよ。あまりもちろん締め付けるようなものを履いてしまうとむくみが強くなったり、むくんでる足に履くことで血管を締め付けちゃったりっていうことも起こるので、このサイズ感大事です。当社の枕研究所のこのレッグウォーマーはワンサイズですので、ぜひちょっとお手元に取っていただいて、自分の足でも大丈夫かなっていう感触は確かめてから買っていただくことをお願いいたします。ものすごい足が、なんか運動やってて発達してて太いとかいう方は、なんかちょっとビッグサイズのものを選んだ方がいいかもしれません。あと足が細すぎて寝てる間にズルズルって下がってしまったら意味がないので、サイズ感はとても重要です。あともう一つむくむ方、寝る前に足首をよーく動かすっていうことは、やってみていただいた方がいいし、マッサージする、下から上へのマッサージもいいので、たった1分間でいいです。寝る前にマッサージや足首動かし、膝を動かし、関節を動かしてむくみを少し取るっていうことを習慣にしていただくことも大事かと思います。静脈瘤を持っている患者様は、血管外科など、主治医の先生に聞いてからこういったものをお使いいただくとより安心かと思います。じゃあ最後にちょっと履いてみていただけます？足のっけて、男性でも全然問題なく、もうちょっとこのふくらはぎのあたりにこんな感じで余裕を持っていただいて、ちゃんと膝とふくらはぎと足首を網羅するような形で履いていただければ、結構まだ余裕がありますけどね。そんなに締め付け感もないですね。もうちょっと足長い人でもね、十分対応できますので、こんな形でレッグウォーマーちゃんと活用することで、お薬を飲んでいるような足のつる方もかなり効果期待できますので、
ぜひぜひ毎日の冬の習慣にしてください。はい、今日は、この、レッグウォーマーと最強の組み合わせ、靴下は履かないで寝ましょうというお話をさせていただきました。今年の冬、大活躍してくれるように皆さん覚えておいてください。お願いいたします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。